動画編集していて、映像の尺に合わせて BGM をカットするってよくあると思うんだけど、今回は、このぶつ切り BGM が自然に終わるように処理していくね。じゃあ、加工前の音と、今回作る加工後の音を聞いてみてね。これらを、スタジオ1で作っていくね。あ、ちなみに、カットする前の曲はこんな感じだよ。じゃあ、加工する準備からやっていくね。まずはスタジオ1に BGM を貼り付けるね。そしてタイムベースを小節から秒に変更するよ。ここで、カットするところを見極めるからね。大きな音が鳴ったところでカットして、その音の余韻を生かす感じにするんだ。今回は、1分19秒あたりを最後の一音として処理していくね。じゃあ、ナイフツールでカットするね。今回はわかりやすいように、使わない部分もカットしておくね。ここから、4パターン作るための準備をしていくよ。トラックをコピーして、最後の一音だけが鳴るトラックを作るよ。次は、ガイド用のトラックを作るね。ガイド用のトラックには、200ミリ秒のイベントを作るよ。200ミリ秒の範囲を選択して、ガイド用のトラックをダブルクリックすれば完成だよ。トラックを重ねたことで0デシベルを超えちゃうから、リミッターを追加しておくね。ここではステルスリミッターを追加するね。じゃあ、ここからはリバーブアウトを作っていくね。プラグインは好きなリバーブで大丈夫だよ。今回は T-Lux のクラシックスタジオリバーブを使っていくよ。このプラグインはパラメータを頑張らなくてもいい感じにしてくれるから気に入ってるんだ。CSR 持ってる人は一緒に試してみてね。リバーブの時間は曲にもよるけど今回は3秒ちょっとにするよ。ここでオリジナルトラックの端っこをドラッグしてフェードアウトさせるね。これをやらないと最後の一音だけが大きくなっちゃうからね。ただ、フェードアウトさせすぎると今度は音の芯がなくなっちゃうんだ。だから、フェードアウトのさせ方で音の芯と余韻のバランスを調整していく感じかな。細かい調整は後からやるから、今は大体で大丈夫だよ。全体のバランスを聞きながら、リバーブの各パラメータを調整していくね。全体を聞きながら調整すると、こんな感じになったよ。リバーブアウトの完成だよ。次は、エコーアウトを作っていくね。プラグインは、スタジオ1標準のペダルボードを使っていくよ。標準プラグインだから、スタジオ1ユーザーは同じ音を作れるからね。今回はプリセットから、トレムフォローを選んでみたよ。サクッとそれっぽい感じになるんだ。
フィードバックとミックスのつまみをだいたい1時くらいにして、シンクはオフにしておくよ。これでエコーアートは完成だよ。エコーの場合は、どうしても余韻が長めになりがちなんだ。余韻が長いと感じたら、バウンスしてからフェードアウトすると調整しやすいよ。それは、またの機会だね。次はフィルターアウトだね。この方法は最後の一音を使わないから、ミュートしておくね。ここでもスタジオ1標準のプロ EQ を使っていくよ。ローカットとハイカットを両方オンにして、オートメーションを描いていくね。まずはローカットから。最後の1音と200ミリ秒のイベントをガイドにしながら、ポイントを3つ打つんだ。これで、時間とともにロー成分がカットされていくよ。同じことをハイカットのオートメーションでもやっていくね。両方合わせると、ローとハイが両方向からぐわーって削られていく感じになるんだ。これで完成なんだけど、これだけだと少しぶつ切り感が残っちゃう印象があるかな。だから、さっきのリバーブアートなんかと組み合わせてみるのもありかもね。最後にテープストップを作るね。今回作る中では、一番手間がかかっているんだ。その分ちょっとかっこいい感じになってると思うよ。ここでは、スタジオ1標準のサンプル1を使っていくよ。まずは、最後の1音のオーディオデータをサンプル1にドロップするんだ。キーボードの C3 を押せば、最後の1音が正しいピッチで鳴るからね。これから最後の1音と同じ長さのイベントをサンプル1に作るよ。まず、最後の1音を選んで、キーボードの P を押すよ。これでイベントと同じ長さのルーラーができるんだ。その状態でサンプル1のトラックをダブルクリックすると、最後の1音と同じ長さのイベントを作れるよ。この時、スナップを切っておかないと、微妙に長さの違うイベントになっちゃうから注意してね。次は、イベントいっぱいに C3 ノートを伸ばしたいんだ。ただ、これを一発でやる方法が見つからないから、泥臭い方法で実現するね。まずイベントをクリックして、キーボードの L を押すんだ。これで、イベントの先頭にカーソルがピタッと移動するよ。次にノートをイベントの先頭に移動させるんだ。C3 ノートを選択した状態でコントロール L を押すよ。最後にノートを選択した状態で右クリックメニュー、音楽機能の中から、パートエンドまで拡張を選ぶんだ。これで C3 ノートをイベントいっぱいに伸ばすことができたよ。もっと良い方法を知っていたら、コメントで教えてね。それから、最後の1音だけ大きくならないように、オリジナルトラックをフェードアウトさせておくよ。これでようやくテープストップの準備ができたからね。じゃあ、ループ再生しながら、ピッチのつまみを動かしてみるね。そう。このギュギュギュってピッチが動く感じをオートメーションでコントロールしていくんだ。まずピッチベンドの値を24にするよ。そして、ピッチベンドのつまみを右クリックして、オートメーションを作成するよ。
テープストップだから今回はピッチを下に変化させるんだけど、これを逆に上に持っていっても面白い効果になるんだ。だいたい300ミリ秒あたりのところを、ぐっと下へへこませるように線を描いていくね。ここに追加でカットオフと、ゲインのオートメーションを重ねていくよ。カットオフでは、徐々に音がこもっていく感じにしているよ。最後はゲインの調整だね。音量を優しく下げる感じかな。今回テープストップのリファレンスがないから、脳内再生を元に手探りで作ってるんだけど、真ん中あたりを少しへこます感じでどうかな？うん。ちょっと音量を削りすぎちゃったかもしれない。もうちょっと優しく減衰するように、カーブを調整してみるね。最終的にこんな感じになったよ。はい。ということで、ぶつ切り BGM を自然に終わらせる方法を4パターン作ってみたよ。BGM の素材なんかで、どれが一番合うかは変わってくると思うんだ。今回の BGM だと、最初のリバーブアウトが一番馴染む感じかな。みんなも動画に合わせて、いろんな方法を試してね。それじゃあ、今回の動画はここまでだよ。